はい、双子座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回はこのクリスマスから年末年始、このお休みの多い期間の双子座さんの恋愛運を見てみたいと思います。もし今特定のパートナーがいらっしゃるとか気になる方がいるっていう方は、お休みの時って少しね普段とは違う動きになったりするので、関係がぐっと近くなるのか、それとも寂しくなるのか、ちょっと見てみますね。そして新しい出会いを求めている方には、年末年始だけではなく来年の春ぐらいまでの少し長い期間での出会いがあるかどうかを見てみたいと思います。よろしくお願いします。この恋愛に特化した動画っていうのはちょっと来年の1月2月っていうのが撮影ができそうにないので、新しい出会いを求めている方は、2月末ぐらいまでっていう感じで見てください。そしてすでにパートナーがいらっしゃるとかね、この人との関係っていうのを見たい方は年末年始をがっつり見た上で頑張ってください。引き続きね。では行きましょう。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。まず2人の関係性はっていうと、ストレングスの逆が出ましたね。さっきちらっと見えたのがこれでしたね。はい、ちょっと後で解説します。どういうことなんでしょうか。2人の関係性はって言ってストレングスの逆が出てるっていうことは、本来は非常に愛し合っていた人っていうか、もう運命的な出会いだったりとか、もうビビッときたとか、何かそうご縁があって関わっていた人だと思うんですけれども、今その関係性っていうものをどっちの方向にどっちの方向に育てていけばいいのかわからないっていう感じがしますね。なんか宙に浮いてる感じがします。そして双子座さんの方がフールの逆位置に吊るし人の逆位置ということで、もうこの人との関係はやめたんだとかやめるんだみたいな、何かそういった感じがありますよ。これは実際は別に別れてないとか一緒に暮らしてるとかっていうのがあったとしても、意識が相手に向いてないって感じがするんですね、双子座さんの方から。双子座さんは今本当に大きな変換期の中にいるので、その誰かとの関係性だけに注目できないのかもしれないし、またはもしかしたらここまでの流れの中でもう関係性っていうのはもう終わったんだみたいな、この人との関係はもういいみたいな、心の中でもうシャットアウトしているような感覚なのかもしれません。でも今またこの感じが出てきてるっていうのは、何か意味があって出てきてるわけですよね。この意味があってその人のことを思い出してるとか、意味があって関係してるわけなので、ちょっとそれ見てみますが、相手の方はですね、その双子座さんがそんな風に気持ちが離れているとか、やめようとか、もう全然その相手のことを考えていないっていうことに気がついていないというか、そんなにいつも感情を確かめ合ったりしなくても、また会う時が来たら会うでしょとか、また飲みに行く時は飲みに行くじゃないみたいな、単に間が空いてるだけっていう感じがして、決して何か悪い変化が起きているというふうには全く感じていないですね。ちょっと相手が忙しいのかなと思ってるとか、そんな感じです。要するに疑ってない相手は双子座さんのことを疑ってないんですよね。こういう時もあるんじゃないぐらいの感覚で、またじゃあ今度行こうよとか、そういう感じで、双子座さんとの関係性においての価値っていうのはもう十分に相手の中に育っているので消えないんですよね。でも双子座さんはなんか急にスパッとやめると思ったらやめるみたいななんかいい意味で言うと臨機応変に器用に変えていけるんですけど、悪く言うとなんかちょっと薄情というか、そこまでどっぷり相手に一人の人だけに疲れないっていうか、変化していくものじゃないみたいな、もう違うからみたいな、そんな感じがしました。だけど可能性としては、また今はこの双子さんの中でそう思っていたとしても、また時が来ればというか、状況が変われば、じゃあいいよって言ってまた普通に会ったりとか関わっていくんじゃないかなと思います。それはなぜかというと、もともとこの関係性というのは大きかったからですね。きっと関係性のなんか2人が出会った意味っていうのが大きかったから、一時的にはちょっと気持ちが冷めたり、ちょっと距離があったり、もういいやって思ったとしても、また何かのタイミングでいつでも復活できるような、そんな感じがします。そして相手の方はですね、なんだか調子がいいですね。とても今なんか人生に乗ってるって感じがします。
こう運命の扉が開いてるというか、今まで努力してきたことが花開こうとしてるみたいな感じでいい流れに乗ってるんですよね。だからこそ焦ってないのかもしれません、この関係性において。もうちょっと見てみますね。なんかその自分の気持ちの変化っていうのを相手に伝えなきゃいけないんじゃないかって思っているけれども、本当に伝えなきゃいけないのかな。なんか何を気にしてるかって言ったら、なんかこう期待されることを気にしているって感じがしますね。なんか早くこの今の感情を伝えておかないと、相手は勝手に期待してしまうみたいな、そんな感じかもしれません。そして相手はっていうと、なんか何を恐れてるかっていうと、自分のことを間違った相手だと思われたくないって、この人は違うみたいに烙印を押されたくないみたいな感じがあります。相手はもっと自分の価値っていうものを見てほしいって感じがします。それはメールをどれだけまめにするとか、関わってるとか、どれだけ会う頻度が高いとか、そういうの関係なしに、自分が関わった価値っていうものをもうちょっと言ってほしいっていうかな、大事に思ってほしいみたいな感じがすごくありますよ。もしそう思うのなら、別にそれを言っちゃったらなんか将来の約束するみたいだしなとか、そんな心配はせずに別に言ってもいいと思いますよ。なんだか双子座さんがちょっとなんか言い方が悪かったら申し訳ないですけど、双子座さんの中で、双子座さんの頭の中で一人芝居をしていて、もう終わりだとか、もうこうだみたいな感じして、早くこの感情をクリアにしなければ、これを相手に伝えなければって思ってるけど、相手は全然そんなこと思ってないっていうか、全然相手は相手のペースでしっかりと双子座さんを見てるし、双子さんにもうちょっと自分の価値っていうのを分かってほしいみたいな感じがあります。ちょっとね、これどうしたらいいのかっていうヒーリング方法を見てみましょうか。もしくは別に気持ちが変わってるとかじゃなくて、一時的に相手のことを思う余裕すらないっていうか、今は全くそれを思う余裕ありません、別のことで精一杯ですってことで、一時的にちょっと感情の中から相手がいないのかもしれませんね。でその埋め合わせをしたいけど動けないんだ、今はとにかく動けないんだっていう感じかもしれません。だから相手に何か求められても答えられないからごめんなさいみたいな感じかもしれませんね。可能性としてやっぱりワンダーナイトが出てるので、また関わるっていうのはすごく出てるんですよね。どうしたらいいんでしょうか。真実を伝えてくださいって感じで言われてますね。真実を今はもうこういう状態だから、こう心配させないように全てを言わないとかじゃなくて、もう今はこんな状態です、心配かけてごめんなさいね、でもこうなんですとかっていう形で、正直に言っていいんじゃないっていう感じがしましたね。今は考えられないだったら考えられないでもいいかもしれないし、自分自身が自分の中の真実に忠実でいるっていうことをしていれば、誤解を生むことはないみたいな感じがしました。そしてなんかワンダの10っていうのが出てるので、お互いに無理しないようにしてください。なんかこうしなくちゃいけないんだとか、この方法で今このタイミングでこれをしとかないと誤解を招くんだとか、そんな感じではなく、そんなことはないよっていうことを言われています。これ今パートナーがいる方っていうのはこの年末年始っていうのに見たので、年末年始はとにかく双子座さんは動けないんだなっていう感じがするので、いいんじゃないですか。それはそれで、動けませんし、ちょっと今は無理ができないっていうことを伝えることだけでいいんじゃないでしょうか。ただね、関係性っていうものを進めていきたいのか、行きたくないのか、続けていきたいのかどうかっていうと、続けていきたいんじゃないかと思うんですよね。やっぱりそこには関わっていきたいって思いもあるし、やっぱり関係性っていうところでストレングスが出てるので、本当はお互いに愛情がある。ただそれが今はなんとなくコントロール不可能な状態になってるよっていう感じです。で対策としては、とりあえずお互いに無理をしない、そして真実を語る、自分も自分の中の真実に従う、今はこれが自分にとって真実だと思うならそれをするっていう感じです。そんな感じで伝わりますか。ちょっとではここからパートナーを求めている方の、占いをしてみましょう。出会いはね、この年末年始だけじゃなくて、やっぱり少し長い期間でね見る方がいいと思うんですよね。見てみますね。2月末ぐらいまでの間に新しい出会いありますかっていうことで、そして今パートナーさんがいらっしゃる方は
そのパートナーさんとのこれからの流れ、2月までの運勢と思って見ておいてください。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。ソードキング逆、ペンタクルス8の逆、カップ7の逆、カップ8、ジャスティス逆、ペンタクルスのでページ逆、そしてお月さんですね。気をつけることや対策がカップ4の逆とペンタクルス3とオラクルがワンド10です。さっきも出ましたよね。ワンド10、ワンド10、とにかく無理しないでねっていうことです。抱え込みすぎないでねっていうことですね。今すごくいろんな意味で過渡期、いろんな運勢が強まってる時だから、いろんなこと起きてると思うんですよね。恋愛だけに限らず。なのでその自分自身を無理して、自分自身を壊してでも何かを進めなきゃっていうふうにまずは思わないでくださいと。恋愛を楽しむっていうのは自分へのご褒美だと思ってやってもらいたいんですね。なので恋愛をうまくいかすためにもっと自分をなんかダイエットしないととか、もっとこうしないとみたいにプレッシャーをかけるのはとにかくやめてくださいという感じがします。そして新しい人が出てきますか出てきませんかっていうと 35% ぐらいという感じで、その新しい人との出会いの可能性、ボトムがねやっぱワンドのキングなので、本来はワンドのキングの人と出会うでしょう、もしくは出会ってるでしょう、もしくは関わってるでしょうっていう感じなんですけど、この今のやっぱりキーカードがあるとワンドの10っていうのは、自分へのご褒美としてたまには甘えてねとか、甘やかな時間を過ごしてねとか、癒されてねっていう感じだったら恋愛楽しんでねなんですけど、なんか恋愛を楽しむためにもっと頑張らないとみたいになってる感じがするので、それは全然そんな自分にプレッシャーを与える必要ないんだよっていうふうに言われているので、新しい出会いがあるからいいとかっていうよりも、出会いがあることによって余計しんどくなったりとかしたら本末転倒だから、緩めてねって、バランス取ってねっていうのが一番のメッセージです。でそしてここでもやっぱり日常生活でやること多いんでしょうね、きっと。あれもしなくちゃいけないし、これもしなくちゃいけないしみたいな。だからもし恋愛しようとか新しい出会いを求めようと思ったら、何かを整理してからじゃないとそっちへ行けないみたいな感じで、自分の中の生活のバランスが崩れるんだと。そしてもし出会ったとしても、なんかそこだけに気持ち奪われることによって自分が他のことができなくなったら嫌なんだみたいな感じもあります。ただ出会いますかって言われた時に、ここでペンタクスのページが出てるので、これ逆位置ですけれども、なんか友達関係とか年下とか同僚とか、そういった関係の友達のような関係っていうのは出てくると思います。これは来年の2月までっていうので見ましたけれども、そういった自然な流れの中で出会う人とか、職場の中や何かを学んでる中で出会っていく人間関係っていうのは決して悪くないんですよね。だけど気持ちがそこに入りすぎると、急にそこにエネルギーを注ぎ込みすぎて他のことが手薄になるみたいな感じがあり、もしくはその人のこと気になりすぎて気持ちがキュッとなるみたいな、ふわーんと嬉しいとか温かいじゃなくて、どうしよう大丈夫かなみたいな、そういう感じになりやすいので気をつけてください。なのでとてもなんか面白い結果というか、ここでねゲインというペンタクスの3も出ているので、仲間とか一緒に学ぶ仲間とか協力者とか、全然普段は会わないけどこんな機会に会えて嬉しいですみたいな、そういった人との関係というのはすごくいいんですよね。いい刺激ももらえるし、そんな人と一緒にご飯食べれるなんて思わなかったとか、こんな人と会えるって思わなかったみたいな、そういうの楽しみはあるんですよ。だけど感情がそれを消化して楽しむっていうほどの余裕がないって感じがするので、もし余裕がないのであれば無理に求めなくてもいいし、変に自分をかき立ててとかせき立てて出会いの場に持っていかなくちゃいけないってこともないですね。一番メッセージとして言われてるのは、無理しないでねって感じ、休んでいいんだよって。そして恋愛も大事だし楽しいだろうけど、自分自身にもっと恋してねっていうか、自分自身をもっと大事にして愛してあげてねって感じがしました。どうでしょうか。緩めて緩めてみたいなそんな感じがしましたね。そう恋愛をしてないからといって別にダメなわけじゃないし、出会ってないからダメなわけでも全然ないしね、ちょっとやっぱり肩に力が入ってるなって感じがしますので、マッサージしてください。はい、最後にもう一枚、ちょっと聞こうと思って出たのがこれですね。トラストということで、信頼してください、ご自身を。皆さんもこのカードを見てね、直感でメッセージ受け取ってみてくださいね。
何か今のこのシチュエーションの中で起こってることがありますよっていうふうに言われてるんですね。だからもう私無駄足を踏んでしまったわとか、なんか全然無駄なことばっかりしてるというふうに感じずに、こう今ベストなことが起きている、そして今の状況の中でもしかしたら何かが生まれてくるかもしれない、新しい出会いもあるかもしれないし、その出会いによって自分はもっと和むかもしれないっていうふうに信じてみてくださいねっていうふうに言われてます。自分に優しくね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。また次回は、恋愛だけのこの動画っていうのは少しお休みになるんですけども、この来年のね前半全体のメッセージをまた撮っていきますので楽しみにしててください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。